子供が生まれる前に一番心配になったのがアイデンティティの問題なんですね。うちは日本人とインド人で台湾に住んでるじゃないですか。第三国に住んでるんですね。だから子供がthird culture kids、第三国に住む子供になるわけですよね。日本に住んでもないしインドに住んでもないですから。だから子供のアイデンティティって何て言うんだっけ、自己確立っていうの、その自分は何者であるかみたいなのは一体どうなっちゃうんだろうと思ってすごく心配になったんですね。なんか今考えるとなんかそんな心配することあるって思うんですけど、すっごく心配になって。日本に住んでたらインド人コミュニティも大きいし、日本人だから日本で育ったっていう風に言えるじゃないですか。でもインドで育ったら、インド人のパパだからインドで育ったって言われるけれど、台湾に住んでるじゃないですか。なんでインド人でも日本人でもないのに台湾なのって思うじゃないですか。複雑すぎるから。今考えたらね、結構いろんな国でいろんな人が働いてるっていうのを考えたら、大人だったら分かりますけど、なんか子供のね、言語の問題とか考えると一体どうなっちゃうんだろうって思ったんですね。だからなんか本当に住むんだったらマレーシアとかシンガポールとかがいいかなって思ってたんですね。で、私もあんまり中国語喋れないので、英語でコミュニケーションできるシンガポールで、シンガポールって公用語の一つがタミル語じゃないですか。で、旦那がタミル人なので、そのアイデンティティ、なんていうのかな、自分が自分であるっていうそのアイデンティティも確立できるのかなって、シンガポールで生まれ育ったら。でもなんか旦那はシンガポール好きじゃないとか言ってて、好きじゃないって言ったらちょっと角が立ちますけれども、やっぱりね、コロナとかだと狭くて全然外に行けなかったりしたし、台湾が好きなんですって自然がいっぱい、自然と都会のいいとこ取りできるから、台北はね。台北いいところだと思うし、でもやっぱりなんかちょっと言語の問題はすごく心配になっていて、日本語をやっぱり喋るのが私だけじゃないですか。で、私から子供に喋るときは日本語で喋って、うちの夫から子供に喋るときは英語かタミル語。でもなんか気分によって変わるから、英語の時もあるしタミル語の時もあるんですね。でもなんか一人一言語で話した方がいいんですって、なんか本読んだらね。だから私はなるべく日本語で子供たちに話しかけるようにしてて、でも夫は全然日本語がわからないので、夫と私とで喋るときは英語なんですね。で、家族みんなで喋るときは英語だから、結局子供は英語の学校に通っている。まだ幼稚園ですけれども、でもそうすると英語がどんどん強くなってくるんですね。で、学校では英語とマンダリン、中国語を勉強しているんですけれども、結局英語は一番強くなるんだけれども、マンダリンはやっぱり家庭の中では喋らないから、マンダリンはすごく弱い。で、タミル語も結局喋る人がいないから弱い。旦那はほとんど英語なんで、日本語は私だけ。そうすると英語、日本語、タミル語、マンダリン、4つ言語があるわけですよね。もう本当に混乱で、それを生まれる前はどうなっちゃうんだろうと思ってすごく不安だったんですよね。でもなんかいろんなお母さんたちに話を聞いて、で特に台北だと台湾ニーズアメリカも多いです。台湾人なんだけどアメリカで生まれた人も結構多くて、なんでかっていうと
やっぱり政治的不安があるからアメリカ国籍も取ってた方がいいみたいな時もあって、で台湾人がアメリカでね赤ちゃん産むみたいなことが多いんですね、特に富裕層とかは。だから結構日本以外の国は自分の母国語と英語を喋れるみたいな人多いと思うんですね。あとインド人も公用語が結構多いので、まず母国語と母国って言ってもね、その地域の言葉と、まず、ヒンディー語、南インドだとねあんまりヒンディー語は喋らないですけれども、英語とその自分のローカルの言葉と、ヒンディー語みたいな。でインドだと地域によって全然言葉が違うんで、その違う言葉があるっていうことにアレルギーがないし、すごい自然に受け入れられる。違うグラマーとかなんか文法とか全然違くても北インドってアーリアン系だからヨーロッパから来てるじゃないですか、なんかそういう言語とかが。で南だとドラビディアン系だからもう全然違うんですよね。民族も違うし、言語も違うから、やっぱりそこの、そういう言語があるっていうことが自然に受け入れられる。あとなんか言語を学ぶ能力もインドの人は結構高いと思うんですね。だからでも日本で生まれ育った人ってやっぱり日本語でずっと全部教育受けてきたし、小さい時からもう大学行くまでだから、他の言語でいろいろなことを学ぶっていうことにやっぱり難しいし、アレルギーがあるし、留学してないとやっぱりその英語でいろんな本を読むとかまだまだ慣れないですね。私も留学したけどダンス留学なんでもう全然そのアカデミックなことは全然もう全然ダメだったんで、今でもやっぱ英語の本とかなかなか読めないですもんね。やっぱり日本語が一番だし、そのアイデンティティをすごく心配して、でいろんな本を、読んだんですね。で私自身もインドに留学してからインドに留学して帰ってきて、でインド人と結婚したっていうだけですごくなんかいわゆる日本人扱いされないっていうか、なんか典型的な日本人じゃなくてちょっと変わった人だよねみたいな感じの扱いをされて、ちょっと辛かった時もあったんですね。なんかあの人日本人じゃないみたいな。で私もやっぱりその海外に住んでない人とか、なんか人種とか限らずに日本人でも何人でもなんかあんまり海外に住んだ人がない人と話をするとなんかちょっと話し合わないなって思うことがあったりとか、そう感じることがあってちょっと辛かったんですね。で台湾に来た時は語学学校に行ってきたんですけれども、その語学学校に行ってた時も日本人がね来るじゃないですか。クラスメートでいるじゃないですか。でクラスメートでいてもやっぱり駐在の奥様とかが多い。で駐在の奥様とかだとやっぱり日本生まれて日本育ちで日本のなんていうのかな、なんか例出せないんですけれども、やっぱり私と合わないなって思われてなかなかお友達になれなかったとか多かったんですね。だから結構なんかあんまり深く考えてなかったんですけど、それが結構やっぱり自分の中でストレスがあったんだなって今気づいて、なぜかっていうと今インターの学校に子どもたちが入って、そのお母さん方ママ友っていうんですかね、ママ友たちとお話しする
のがちょっと不安だったんですけれども、皆さんね、ママ友ってね仲良くなれるのかなって不安なところあるじゃないですか。そのインターに行ってるママたちは、例えば日体、日本人と台湾人の国際結婚カップルだったりとか、いろんな国に駐在していて、で台湾に来た人とか、そういう人がいっぱいいるので、なんかすごく話が合うんですね。ですごくなんかいろんな日本人だったけどすごくいろんな話が合うお母さんたちと友達になれて、なんか私って自分で変な人かなって思ってたんですけど、それがすごく仲良くなれるっていうか、話が合うっていうか、話しても楽しい。だからすごくね良かったなと思って、その点でもなんか子供たちがインターに行って良かったなって思ったんですね。っていうことで、私のストレスがすごいちょっと減ったんですね。子供がインターに通うことで。で今子供たちが自分のことをどう思ってるかっていうと、なんかたまに僕はインド人じゃないって言ったりとかしてるんですけれども、私たちの親の世代ってインドって貧乏な国みたいな思ってるじゃないですか。やっぱりそういう何十年も前のインドを想像してるから。で私がそのインドの人と結婚したって言った時も、なんかすごいひどいこと言う人いたんですね。なんか小じきと結婚したのみたいな、で私すごい傷ついたんですね。でも日本には結構、ビザが厳しいから、インド人は IT 系とかね、そういう頭のいい人が日本に来てると思うんですけれども、やっぱり親の世代とか留学してない人とか、そういう人たちにとってはまだまだインドはそういうイメージがある国で、インドも今ね空気が悪かったり環境問題とかあるじゃないですか。で日本はすごい清潔な国だし綺麗だから、まだまだそういうイメージが強いかなとは思うんですけれども、でも最近なんか円安になってきて国力が落ちてきたっていうのかな。日本が、まだまだいろいろねな国と比べては経済的にはそんなになんていうのかな、経済的にはそんなにね貧乏な国ではないですけれども、これからねインドがどんどん発展していって、インドの方が強くなるかもわからないし、わからないじゃないですか。でもそんなことは結局どうでもよくて、私にとっては子供が自分に自信を持ってほしいなと思ったんですね。で自分の国にもすごいなんか誇りに思ってほしいなと思って、私はやっぱり日本人なんかねよくいるんですね。インド人みたいだねとか、インド人に生まれたかったとか聞かれるんですけど、私すごい日本人でよかったなって満足してるんですね。すごいいい国だと思ってるし、日本大好きだし、別にインド人に生まれたかったなって思ったことないし、踊る時はもうちょっとね背が高ければとかね、手足が長ければとかね思いますけど、ある程度自分に満足してるんでだからなんかそういう風に自分に自信を持ってほしいなと思って、なんか例えば日本のいいところとかインドのいいところとかを、学んでほしいなと思って、自分で胸張って僕は日本人とインド人のミックスなんだよって胸張って言えるようになってほしいなと思ってるんですね。だからなんかインドのなんか芸術って私すごいなって自分で思っててやってるんですけれども、そういうのを、なんかゆくゆくは学ばせてあげたいなと思って、なんかインドの、音楽とか芸術とか、男の子だからねあんまりダンスは好きじゃないかもしれないけど、で日本語は今とりあえず課題としては日本語をね頑張って、やってるんですね。で週1回だけだけど
なんか日本語を学ぶのお稽古ごとに行かせたりとか、してるんですね。でそれで私すごく心配になった時に出会った本があって、もしなんかなんていうのかな、 Third Culture Kids でね、皆さんそういう国際結婚とか、あとなんかいろいろそういう自分の子供について理解を深めたいとか、その子供についてそういう育て方について知りたいっていう方がいれば、なんかこの本読めばいいなって思ったのがサードカルチャーキッズっていう本があって、多文化の間で生きる子供たちで、私本当にもう最近もう本が読めなくなっちゃって、で略して TCK って言ってるんですけど、 Third Culture Kids で TCK、 僕の居場所はどこ、私のふるさとはどこって書いてあるんですね。で知らなくってなんか変な質問しちゃうことがあるじゃないですか。例えばアジア系の顔なのにI'm American とか言って言われるとってね、昔は思ってたんですね。なんかすごいなんか差別的に思われたっていうか、だからなんか最近はどこ出身とかあんまり聞かないようにして、なんか Where are you from とか言わないようにして、なんかすごい気になって話しかけたりしたい人とかがいても、やっぱり第三国に住んでる子とかはすごい困っちゃうじゃないですか。だからなんかそういう質問あんまり良くないのかなと思って、そうでなんか直美ちゃんの問題もあったじゃないですか。いわゆる日本人の顔じゃないけど日本人みたいな。でそういう人がね、やっぱり日本で生きづらい島国だからダイバーシティがある、ところに住みたいなと思って、私やっぱりそのミックスの子供を持つ親としてもっとダイバーシティがあるところがね生きやすいかなと思ってるんですけれども、でこのね私と同じくその本が読めないね、忙しくてなかなかねこう座って本を読む時間をとってこう本とか読めないじゃないですか。やっぱもう毎日ねながらでね家事やったりしてるんで、そういう方におすすめのものがあって、ポッドキャストでこれのサードカルチャーキッズのもう終わっちゃったんですけど、まだアーカイブ残ってて、それで聞けるんですね。でこの本を題材にしていろんな人と話したりしてるポッドキャストがあって、それがすごいおすすめなんですね。なのでそれを皆さんにねすごい聞いてほしいなと思って、でこれを聞くことによって自分の中ですごいなんかいろんなことを納得したっていうか理解したことがあって、自分の中でこうなんかどうしようみたいなのが落ち着いたみたいなことがあって、なのですごい皆さんにねおすすめしたいんですね、この Third Culture Kids のポッドキャスト聞くので。なんかカウンセラーの方がホストになってやってるみたいで、それから派生してそうやって多文化の中で生きてきた人が今どういうお仕事をしてるのかとか、そういうのをインタビューしてるポッドキャストもあって、それを聞くのもすごい面白いっていうか、こうやって育ってきてこういう風にお仕事今してるんだとかね、そういうのも聞くの面白いなと思って、なんか今子供たちが台湾に住んでて、自分のことインド人と日本人と台湾人だと思ってるんですね台湾で生まれて育ったから。でも台湾ってなんだっけ、血統主義って言うんだっけ、国籍のやつ。血統主義だから主生地じゃないから、台湾はその血統で台湾の地から生まれた人しか台湾人じゃないですね。日本と同じで、日本で生まれても日本人じゃないじゃないですか、親が日本人じゃなければ。だからアメリカはアメリカで生まれたらアメリカ人だけど、だから台湾の国籍はないんですね。永久居留証もまだない、永住権みたいなやつも子供はないので、だからでも本人は
すごいなんか3カ国だと思ってるんですねでなんか他のやっぱりなんか政治的にいろいろありますけど、例えば日本とね韓国仲悪いとか、でも政治的なことは抜きにして子供たちはすごい仲がいいんですね。なのでそういうことからなんかいろいろね良くなって、もうなんかいろいろ政治的に大変じゃないですか今。だからねみんな仲良くしてようと思うんですけど、なんかそういう子供たちが育っていくことによっていろいろなんか世界平和生まれてくれないかなみたいな他人事だけどなんか将来はそうなるんじゃないかなみたいな、そのダイバーシティが広がることによってなんかいろんな友情感とかも生まれて、なんか平和な世の中になるのかなみたいな思いますけどね。なんかそういう世の中になってほしいなと自分の子供を見て思いますね。あとなんかね、これ全部読んでないんだけど、これ親と子をつなぐ継承語教育、これも今読んでて、なんか真面目に読んでないんですけど、でもなんかやっぱりその日本語をどうやって教えようと思ったんですね。その時にやっぱり日本人と同じく外国でその英語教育を受けさせてるから、日本人と同じ日本語は期待できない。だから結局日本語はその母国は結局私の子供にとっては台湾になるわけじゃないですか。母語、母親の言葉は母語は日本語だけど母国語は結局マンダリンになるじゃないですか。だから子供たちの日本語は私から子供たちにこう継承する継承語っていうことになるわけですよね、この継承語教育。だから継承文化とかその言語とかを継承するためにどうやって教えればいいのかとか、そういうことを書いてるんですね。だから継承日本語としてどうやって日本語を教えていけばいいのかみたいな、それが今課題ですね。やっぱり何はともあれモチベーションじゃないですか。やっぱり言語を勉強するってモチベーションがないと何もならない。だから漫画でもいいし何でもいいし、ね、アニメでもいいし、とにかく日本のことに興味を持って自分から日本語できればこんなにいいことあるんだみたいな思わせようみたいな策略思わせて日本語勉強自分からしてくれるようになればいいかなと思って。でなんか補習校みたいなのはないんですね。なんかねインドのチェンナイだと補習校っていうのがあって、アメリカンスクールに付属でなんか日本の補習校があったんですけれども、こっちはなんか補習校じゃなくて授業校っていうので、あとなんか日本語の塾とかも結構いっぱいあるので、で補習校とか授業校とかだとなんか台湾だと父兄が教えてボランティアでやってるんですね。だからまあ日本語のプロじゃないので、自分の方針によって日本語のプロに日本語を教えてほしいっていうんだったら日本語の塾に行くし、あとやっぱり授業校のママたちに聞いたら、やっぱり自分が日本語を学んできたように子供が学ぶのが楽しいとかね。でも補習校とか授業校って大体土曜日の朝なんですって。そうするとみんなスポーツやってると土曜日に試合とかあるじゃないですか。だからそれで通わせられなかったこととかいるから、まあ家庭の方針ですよね。で日体のご家族とかはやっぱり、中国語を優先したい、とかそういう、家庭の方針によっていろんなね言語教育があると思うんですけれども、で特に台湾の子ってすっごい難しい。日本の漢字よりすごい難しい昔の漢字みたいな漢字を勉強しなきゃいけないんですね、小学校の時から。だからやっぱりそっちを優先して
もう英語の学校はもう何年生から後から行かせるとか、そういう方も多いですし、日本語もやっぱりひらがなとカタカナと漢字があるので、日本語優先にして後から英語教育にするみたいな方もいますし、いろんな教育がねあると思いますね。でもやっぱり日本人だったらやっぱ日本語優先にして英語は後からとか、どっちを優先するのかとかね、すごく迷いますよね。でもうちはなんかやっぱり、夫がインド人だし、なんか英語教育が一番最初に来るかなと思って、もうとにかくね日本語は私が頑張るっていうことにしたんですけれども、国際結婚のねしてられてる皆さんはいかがですか？でもなんか心配してたより本当に向井康じゃないですけれども、先輩ママに子供たちはなんかパパには中国語で喋って私には日本語で喋るようになったよとか、なんか普通にそれが自然にできるようになるよって言われたので、でも今はねやっぱり英語でね、私が日本語で喋っても英語で喋り返してくるようになったりとか、なんかまあいろいろ葛藤はあるんですけれども、なんとかまあ辛抱強く続けていきたいなっていうふうに思ってます。他にもなんかねアドバイスとかこういう事例もあるよとかあれば教えてください、ね、でも台湾結構親日だし日本語の塾いっぱいあるし近くにで、まあ日本人学校もあるのであんまり心配してないんですけれども、で今オンラインの授業とかもできるじゃないですか。でもやっぱり子供はなんかオンラインよりねなんか実際に会って遊びの中から学んだ方がいいのかなと思いますけど、まだ小さいのでね、でもあとはモチベーション付けかなと思ってそういう感じで今やっていますということで双子の不思議、あんまり不思議な話しなかったけどでも本当に2人で喧嘩もするんですけれども2人ずっと一緒なんですね。なのでなんか1人ずついつもセットにしちゃうから1人ずつ連れ出して時間を過ごすのもいいらしいんですけど、そうした方がいいらしいんですけどなかなかね、時間作ってあげられないですね。で1人ずつねなんかいつもすごいね2人だからうるさいっていうか喧嘩もするし、なんか男の子2人だからすごい乱暴なんですよね遊び方が。だからなんかすごいうるさいんですけど1人だけ連れ出した時とかはすごいおとなしくていい子にしてたりして、なかなか1人ずつ遊んであげるっていうのもいいかもしれないですね、と思いました、ということでどんどん天気変わりますけどね、急に雪降ったりとかね、体調にお気をつけて、いつも体調にお気をつけて言ってるけど体調に気をつけてお過ごしくださいまたね何かリクエストありますか？なんかね私本当に誰が見てるのなんかね登録者の方はほとんどインド人の方なんですね。でもこれ私が喋ってるのを日本語を聞いてるのかよくわかんない。もう本当に見てくださってありがとうございます。それではまた。さようなら。